こんにちは、アセンブリ TV です。よろしくお願いします。本業の方の関係でしばらく間が空いてしまいましたが、復活第1弾としまして、今回はボッシュのジグソーである、GST90B のレビューをやっていきたいと思います。では早速ですが、画面を手元の方に切り替えてご紹介していきたいと思います。では開けていきたいと思います。樹脂製のケース入りですね。思いっきりこの状態で、届く感じになります。購入したのは、昨年の11月で、Amazon で購入したんですけども、タイムセールで12,000円でした。付属品はマニュアルと本体、ブレード1本と、六角レンチ、あとこれはバリ防止用の、こちらにつける樹脂になります。ではスペックの方をまず見ていきましょう。消費電力が 650W、ストローク数が1分間に500から3100回、ストローク幅が 26mm、傾斜切断角度が0度から45度、切断能力は木材が 90mm、アルミニウムが 20mm、軟鋼板が 10mm ですね。で、重さが 2.6kg で、コードの長さ、これかなり柔らかいコードになるんですが 2.5m あります。で、各部名称としましては、こちらが、集塵アダプターの接続箇所ですね。フットプレートはスチール製になります。で、こちらブロワーのオンオフスイッチですね。ブロワーをオンにすると、主に木材を切断する際に出る、切りくずを、除去することができます。で、こちらがオービタル機能の切り替えスイッチですね。オービタル機能というのは、切断する際に通常は上下にブレードが動くんですが、これを、振り子のようにですね、角度をつけることによって、切断スピードを上げることができます。こういう感じになるんですかね。で、ただ、切断スピードは上がるんですが、切断面が多少荒くなるそうなので、通常はノーマルな上下運動でいいような気もします。後で試してみたいと思います。で、ブレードの交換は、SDS システムという形になってまして、特に工具いらずで行うことができます。この機種にはバランシング機構が搭載されていまして、切断時の振動を打ち消す効果があるそうです。で、こちらがメインスイッチで、メインスイッチのオン保持の、オンロックですねの、ボタンになります。で、あとそうですね、こちらに1から6までの無段階速度調節ダイヤルですね。ケーブルの付け根に、六角レンチをつけておく箇所があるんですけども、こういう状態ですね。ただ普段六角レンチ自体はそこの部分の、ボルトを緩めますと、このようにベースに角度をつけることができますので、斜めにカットできるということなんですが、普段はあまり使わないので、六角レンチは別保存でいいと思います。あとこちら付属品の、下につけて、バリを抑制するということなんですけども、こういう形で設置します。あとここですね、こちらも集塵機能を使う際はあった方がいいと思うんですが、切りくずが出ることを気にしない場合はなくてもあってもいいかなというカバーになります。でこちらよくレビュー等でこのカバーがすごく一度外してしまうと付けづらいというようなレビューがあったんですけども、
ですね、入るスリットがありまして、そこがこの機種個体差等はあると思うんですが、これもかなり厳しかったです。ただ後ろの部分ですね、少し削ってあげるとだいぶ入りやすくなりました。この部分のスリットにうまく入るようにちょっと、樹脂を削ってあげる必要があるかもしれないです。これもちょっとまだもう少し削った方がいいかもしれないですね。で、刃の交換に関してはこちら先ほどお伝えした SDS システムというのがありまして、これを開いて差し込んで離すと、これで、固定されます。非常に簡単ですね。外す際も開いて抜いておしまいっていう感じです。これから実際に少し使ってみようと思うんですが、付属していた刃がT144 の D というタイプで木材用ですね。で、一緒にT144 の DP というものを購入しました。こちらは、直線カット用で、少し刃の、ブレードの厚みがあるタイプになります。付属していたブレードの厚さが、1.22、1.23から 1.23 ミリですね。で、購入したのが 1.65 ぐらいあります。若干厚くなってます。集塵アダプターの接続部分の直径なんですが 27.75 ぐらいですかっていう感じになります。では、刃をつけて、実際に使っていきたいと思います。ブレードの幅に対して際どいので、このブレードを使う際はつけない方がいいかもしれないですね。はい、コードをつないでみました。こちらの、まずブロワーなんですけども、今入っているのがオフの状態で、右側にずらすとこちらがオンですね。でオービタルもこちらが、オービタルなし、あとは強度、こちらがオービタルオンで、あと3段階の強度調節になります。で、ストレートで動かすとオービタルなしでやると、あとは順に違いが分かりますかね。多少軌跡が、斜めになっている感じに見えます。であとロックに関してはでやはりこの、オンロック機構が、便利で、今までは、ブラック&デッカーのマルチエボの、ジグゾーアタッチメントを使っていたんですが、こちらの機種はやはり、電源オンのロック機能がありませんので、この状態で常に押しておかなくちゃいけなかったんですね。で、これが力加減が難しくてですね、スムーズに切断できないというのを不便に感じてましたので、その点こちらは、基本的に単純な機能ではあるんですが、あるとないのでは全然違うなという感じてます。で、次に、ちょっと騒音レベルを測ってみたいと思います。で無動作が38前後ですね。で、今は、速度調節で一番低い位置になってます。これで一番85強ぐらいですかね。
最大速度だと100オーバーで結構かなり迫力ありますね。通常は遅い速度で、切断スピードを調節して、使っていく感じになるかなと思います。では実際に木材の方切断してみたいと思います。はい、こちら杉板ですね。厚さは約34ミリぐらいあります。基本的には最低速でカットしていきたいと思います。いらなかったですね。切断面はこれぐらいな感じですね。割と綺麗に切れてますね。これで一番低速なパターンなので、確かに切断時間はそれなりにかかりましたが、そんなにバリモでも切った方がこのぐらいで、元板の方は非常に綺麗に切れてる印象です。ほとんどバリもない感じですね。バリも出てないですね。少し最後のラストの部分ですとかぐらいかなと。次は集塵器をつけてオービタル機能をオンにして切断してみたいと思います。ちょっと斜めになっちゃいましたが、やはりオービタルかなり荒れますね。普通にカットしただけだと全然このぐらい差が出ます。ただ、こんなに違うんだっていうぐらい、抵抗なく早く切れる感じはあります。元板の方もやはりオービタル機能なしと比べるとやっぱりバリの出がかなりすごいですね。だいぶやはり切断面に違いがある感じです。ブロワーですね。ブロワーをオンにして、これは外してカバーを外して、どのくらい飛び散っちゃうのかちょっと分かんないんですけども、オービタルは2ぐらい、1か1で、スピード2でこのぐらいの設定でやってみたいと思います。ブロワーかなりしっかり機能しますね。刃が当たってる部分は常に見えている状態になります。オービタルに関してはやはり使うと早いですが、バリはどうしても出ちゃいますね。切断面もやっぱりオービタルなしストレートで
刃を動かすよりは荒くなりますので、その辺は用途に応じてちょっと使い分けになるかなと思います。圧倒的にオービタル機能を使った方が早く切断できるのは間違いないです。実践としてはこういった感じですね。今までほとんど切断はブラック&デッカーのジグソーでやっていましたので、比較的活躍するシーンはあるんですよね。丸ノコとかよりも普段使いできる感じになるんじゃないかなと思います。で、やはりカットしている時は重さ全然気にならないです。刃の交換の際ですとか持ち回し等で重さは感じるんですが、カットしている際は重さ全然感じないので、逆に安定していい感じでした。まとめとしましては、やはり専用機ということもありまして非常に使いやすかったです。で、一番驚いたのがオービタル機能に関して、こんなに切断スピードが変わるのかというぐらいに効果を実感することができました。振動の打ち消し機能に関しても、ちょっと比較対象がブラック&デッカーのマルチエボになってしまいますので、ちょっと比較対象としては弱いんですが、大きな振動を発生することなく、打ち消し機能は働いているんであろうなと思います。振動の打ち消し機構と、ハンドリングの良さ、あと本体の重量によって非常に安定した切断作業ができたなと思います。騒音に関しても可変の1ですとか2で使用する分にはさほど気にならないかなと思います。囚人に関しては、ジグソーの特徴といいますか、板の上の部分、こちらのここに面する部分ですねの切りくずはおおむね吸い込んでくれるんですが、切断する板の反対側に落ちる切りくずに関してはどうしても囚人できませんので、そこの部分は仕方ない部分かなとは思います。この機種に関しては、直近では既存の制作物の分解がメインになってしまうんですけども、そちらから早速使っていきたいと思っています。はい、今回の動画はこれで以上となります。アセンブリ TV では引き続きものづくりに関するレビューですとか、あと DIY、そして CNC に関する動画等を撮影していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。次回の動画はやっとこちら側の壁の方に手をつけられるようになりましたので、こちらの方の作業を進めるか、もしくは久しぶりに CNC に関する動画を撮影してみようと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。